皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。前回レストア中の不動 TZR50R エンジン故障を分解しました。もともとレース車両であったせいかシリンダーが焼き付きを起こしていることが発覚しました。このままでは圧縮漏れ、エンジン不調の原因になり最悪走行不可に。それではいかんと思いシリンダーを探すもすでに廃盤となっていました。なので今回は費用を抑えるためにジャンクエンジンを購入。果たして具合のいいシリンダーは手に入るのか、お宝探し感覚で楽しんでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではまず購入したエンジンがこちらです。某オークションで送料込み16,000円で購入しました TZR50R4EU 型エンジン。この外見は割と綺麗なエンジンかなと思いますが、とある理由で車両から取り外されジャンクエンジンとして売られていました。その理由は分解を進めながらお話しします。今回の主な目的はシリンダー、その他の部品は状態が良ければ移植もしくは修理ストックとして保管しようと思っています。それでは早速メインのシリンダー分解してみましょう。エンジンにはたくさんのボルト類が使用されているのでインパクトがあるとめっちゃ便利です。お、待って、だってシリンダーいいんじゃねこれ。結構綺麗だな。シリンダー良さそうだね。傷がなさそうだな。ちょっと今まだ完全に外したわけじゃないけど。これ全然多分具合いいんじゃないかな。これは大丈夫だね。クロスハッチもしっかりちゃんと残ってるし。全然問題ないね。これだったらエンジン復活するわ。これは当たりだね。今シリンダー取りました。ピストンね、上にちょっとカーボン残ってるけども全体的に綺麗ですね。全然傷なさそうだな。クランクシャフトもねバリ綺麗。はい、傷の少ない綺麗なシリンダー手に入りました。やったね。ちなみにシリンダーボーリング、ホーニング作業を依頼するとだいたい3から5万円ぐらいかかるっぽいですね。中古でもシリンダーは結構出回ってるんですけども、状態が悪いものが多く状態がいいものはぼちぼちいい値段します。今回は費用を抑えたかったのでジャンクエンジンから部品取りを選択しました。で、こんなにエンジン綺麗なのになんでジャンク扱いになってるかというと、理由はこれです。これね、クランクケースの下側ね多分割れちゃったんだろうね。焦げて割れたのか分かんないけどね、もうねすごいね割れちゃって、なんかゴムとかコーキングみたいなのでね、とりあえずこの割れを補修してね、ミッションオイル漏れてんのをね防ごうとしてるんだけど、やっぱダメだね、一回こうなっちゃうとね。というわけでね、わざわざねこれをねバラしてる理由はね、このエンジン自体はね使えないってことなんだね。そういう理由でね、わざわざ今ね部品を外してね乗せ替えをしようとしてます。このエンジンがジャンク扱いになってしまったのはクランクケースからのオイル漏れによるものですね。今俺がね30、アラサーなんでほぼ同い年ですね。29年前だよ。1994年のエンジンかな1994年ってよって話よね。そんなね30年近く前のエンジンがね未だにこうやってね綺麗な状態で、ね、残ってたりとかするとね、本当になんかありがたいよね。この心を大事にしてくれたオーナーさんがねいたから俺が今度 TZR を直せるってことなんでありがたいよね。今回ねジャンクエンジンを選択して、今こうやってね分解しながら部品取りしてますけども、なかなかね中古市場ね程度のいいエンジンないですね。特にねシリンダー本当にねこれ傷ついてたりとか破損してるものがねめちゃめちゃ多い。この TZM、TZR、RZ50 のエンジンなんて本当に中型とか大型バイクのエンジンをそのまま 50cc にしたような構造をしてるから、やっぱメンテナンスの部分に関してもしづらいところって結構あると思うんですよ。やっぱ特にね水冷、要は冷却水が循環してるっていう風になると、やっぱりなかなかこう専門知識が必要になるんで、本当にその50cc のエンジンでこれを搭載することはめちゃくちゃ豪華だけど、素人の人がしっかりメンテナンスをして長く乗るっていうのは結構難しいよね。これは本当に今ねこのクラッチ側ね開けて中のねクラッチプレートとか使えたらいいなと思って外してみようかなと思ったんだけどね、今ねミッションオイル抜いたらね、抜こうとしたらすげえ垂れてきて、で見たらねもうなんかねもうこんな色になっとるね。これ完全に乳化してるわ。これミッションオイルと冷却水混ざっちゃったんだろうなこれ。あららって感じだね。クラッチがねサービスマニュアルだと3枚のはずなんだけどね、プレートがねこれ4枚入ってるね。
れ RZ50 のねクラッチをそのままがっつり移植したような感じで、定番のカスタムのやり方らしいけど、ちょっと錆入ってるね。若干貼り付き起こしたっぽいな。何十年も多分使ってなかったエンジンで動いてなかったエンジンだからしょうがないよね。最近なんですけども、この TZR50R 修理し始めてから、他のツースト乗りの YouTuber さんの動画とか、ツーストバイクについてちょっといろいろと見てるんですけども、焼き付いてしまったりとかエンジンがぶっ壊れちゃう原因のほとんどってツーストオイルが切れてなくなるというよりも、例えば冷却水だったりとか、エンジン自体の温度上昇によって、ピストンが膨張したりとか、あとシリンダーが変形しちゃったりとかで、それで接触、シリンダーとピストン接触しちゃって焼き付いちゃうみたいなのがほとんどなのかなっていうような最近印象を受けていて、でツーストの 50cc の水温の適正温度って何度ぐらいなんですかね。サーモスタット見るとだいたい50度ぐらいで開き始めて65で全開になってるんで、70度いかないぐらいに水温は保ちたいなと思ってるんですけど、皆さんどれぐらいで管理してますかね。もし分かる方いましたら教えていただければ嬉しいです。いやこれクランケース割れたわけじゃなさそうだぞ。割れてねえじゃんこれ。ってことはこれクランケースもいけるパターンじゃん。クランクシャフトも綺麗だな。ミッションも中も綺麗だね。ベアリングは別にいかれてないし、すげえ綺麗だなこれ。全然これ走ってないのかもな。クランク室がめちゃくちゃ綺麗だもんな。これはなかなか当たりエンジンちゃんでしたね。素晴らしい。それではね、全部エンジン部品がね分解できました。こんな感じで結構ね部品点数やっぱ多いですね。でも他のバイクに比べたら少ない方なんでしょうけどね、きっと。で今回これでシリンダーは手に入りましたし、他のね、エンジン部品もねストックとして十分手に入ったので大満足ですね。これ見てるとね、僕にはもう宝の山にしか見えないですね。はい、それではね、今回外した部品のおさらいですね。まずはシリンダーいきます。もうこれね、本当に綺麗ですね。もう最高です。本当にね、こんな綺麗なシリンダーだと思わなかったんで、これであればね、間違いなくエンジンは始動できるんじゃないかと思ってますので、こいつをね、移植していきます。で、ピストンもね、若干洗浄して綺麗にはなったと思います。カーボンちょっと残ってますけども、これも問題なく使えるんではないかと思って、これ使います。で、次はね、シリンダーヘッドですね。こいつもね、中綺麗なんですよね。全然錆びなかったんで、こいつも使っていきたいと思います。で次はね、ジェネレーターケースとジェネレーターコイルですね。こいつらもねすごくね綺麗だったんで、これも使っていきたいと思います。今回次外す車両がねどういう状態かにもよると思うんですけど、これもね交換していきたいなと思ってます。はい、であとフライホイールですね。こいつもね、若干錆び出てますけども、全体的に綺麗なので、こいつもジェネレーター交換するときに一緒に移植したいと思います。ただね、セルギアが今これないんで、相手、今の車両についてることを祈ってます。でもしなかったら、またエンジン始動チャレンジ失敗です。はい、次はねクラッチ一式ですね。クラッチもねこれもともと多分 RZ50 用の4枚クラッチがくっついてたんで、こいつに移植したいと思います。もともと TZR50R は確か3枚クラッチなので、4枚クラッチの方がねキレも良くなると思うので、こいつに移植していきたいと思います。でクラッチプレートもねしっかりね厚み基準値内に入ってましたので、これそのまま使っていきたいと思います。スプリングも同様ですね。基準値内に厚みがあったんで、これも使っていきたいと思います。それとですね、この間エンジン始動チャレンジ失敗の原因となったセルモーター、こいつもね手に入れましたので、簡易的ですけども、線をつないでねしっかり始動するのか、動作確認していきたいと思います。はい、それじゃあね見ていきたいと思います。バッチリですね。セルモーター元気に動いてます。じゃあこいつはねこのまま使えますね。はい、それではね今取り外したこの部品たちをね TZR ちゃんたちに取り付けていきたいと思います。では取り付けしていきましょう。
それではね、ここまで動画の方お付き合いいただきましてありがとうございました。今回はね、ジャンクエンジンを分解してシリンダー、いいものがね、手に入って最高です。で次回はね、この外した部品たちをね、僕の TZR50R に組み込んでいきたいと思います。早くね、通素特有の高温の排気音と、あと独特の匂いね、早く感じたいっすね。次回以降エンジン組んでね、調子見ていきたいと思いますんで、まだまだ皆さん長くなると思うんですけど、お付き合いください。時代に逆行したこのバイクのレストア修理をですね、応援してもいいよって方いましたら、チャンネル登録もしくは高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。